パインレードにこんな場所があったなんて。教会が手を加えた様子も産業汚染もない。ただ自然に咲いているわ。この花の川を作ったのは東側でも西側でもない。パインレードの住人一人一人が一緒に作り上げたのよ。一緒に？英雄を称える記念日には人々が集まって英雄の魂が眠る谷底に花を投げるの。次第に谷底は色鮮やかな川のように様々な花が咲き乱れるようになったわ。戻ってきましたか。あの店のミルクティーはどうでした？ってちょっと待って、なんで他の人がいるんですか？この風景を堪能していただくゲストよ。どうぞご自由に。そんなに人見知りしないでよ。昨日研究所で会ったし、今日で2回目でしょ。もう幼馴染みたいなものじゃない。幼馴染の基準がおかしいんですよ。俺もそう思う。ヘインにとってはそうかもね。でも私とナビゲーターさんは知り合ってまだ2日しか経ってないけど、一緒に戦ったり濃密で赤裸々に語り合った仲だもんね。濃密で赤裸々に。そんなことまで？ナビゲーター、あんたいつの間に？俺が知りたいよ。濃密で赤裸々な通感覚をしたじゃない。あ、通感覚。言葉も触れ合いも必要ないコミュニケーションよ。お互いの認識、思考、感情が物理的な障壁を越えて心に直接届くようになるの。それはまるで二つの心をつなぐ架け橋のようなものよ。架け橋。まさにあなたが使いそうな表現ですね。どう？興味ある？心の窓を開いて全てを太陽の下にさらしたい人ばかりではないのです。ヘインにも秘密があるの？まあそうよね。一日中考え事ばっかりで。まさかあなたスパイなんじゃ？スパイならもっと怪しまれないようにするでしょう。私は頭の中で問題を解決することに慣れているんです。他人に迷惑をかけたくないので。へえ、一見穏やかに見えるけど内面はドラマチックなのかしら。かわいい。勝手に想像してください。ま、冗談はともかく人に頼らないってのは自己中心的とも言えるわね。ゲストを連れてきたのは私をからかうためですか？もちろん違うわ。パインレードの歴史を聞いてもらうのにいい場所を探してたの。じゃあナビゲーターさん、続けましょうか。ああ、この橋が建設されたところまで聞いたな。父はセントドーマス橋の設計に全力を尽くしたわ。聖人の名を冠する橋として装飾は古代建築に倣いつつ、構造や素材や技法は全て最先端のものが用いられたわ。空間を物理的につなぐだけではなく時をつなぐ橋とも言えたの。東西両方のアイデアが組み合わさっているのね。ええ。でもどちらにも気を配った結果、どちらからも評価されなかった。父は
現在が人々に与えた恐怖を甘く見てしまったのかもしれない。ナビゲーターさん、知ってる？何をだ？かつてこの峡谷はパインレードに存在していなかった数十年前の現在の進行によってできた地形なのよ。この渓谷が。本当に？この古い都市は抗うことのできない信仰によって地理から人々の信仰に至るまで真っ二つに引き裂かれてしまったわ。信じられない。まさに最悪の災害よ。その傷跡は今なお各地に残っている。進歩派の不安や焦りも理解できなくはないわ。今のパインレードは普通の現在に十分対抗できるだけの力がある。これは進歩派が数十年訴え続けた成果よ。それは確かに否定できませんね。でもあなたはどちらか一方を支持するのではなく、両者をつなぐ架け橋になりたいのでしょう？ええ、東西それぞれに足りないものはもう一方に存在しているわ。パインレードが真の姿になるためには伝統を放棄せず進歩を拒否しないことよ。なら父親と同じことを繰り返すつもりですか？どちらにも気を配ってはどちらからもいい目で見られませんよ。それは避けたいけど、まあ中道派として白い目で見られるかもね。他人を非難する時だけは息がぴったりなのね。人は共通の敵が現れた時に初めて団結することを思い出しますからね。そうね。例えばまた強力な現在が現れるとか？あ笑えないか。ナビゲーターさんみたいに人の心に橋を架けられたらいいのにな。今の状況で橋がかかっても互いへの罵詈雑言しか聞こえないでしょう。まあ多分ね。道具をどう使うか決めるのは人間自身だから。7年前の生物盗難事件も今考えると皮肉ね。完成してからずっと無視されてきたセントドーマス橋が一番利用されたのが暴動の時だったんだから。素晴らしい願いから生まれた橋がそんな使われ方をするなんて。ひどいわ。橋自体が封鎖されたのはある意味救いになったのかもね。救いだなんて亡くなったみたいに言わないでください。また開通させたいんでしょ？ええ、チャンスが残っている限りきっと。それにしてもヘインってば今日はよく喋るわね。やっと警戒を解いてくれたの？この人たちはなんか特別な気がしますから。そうね。少なくとも創作物の良し悪しを売れるか売れないかで判断するような人たちじゃないわ。ナビゲーターさんと通感覚してみたら気持ちいいし、もっと親しくなれるかもよ。遠慮しておきます。これは？ G 社が言うように私は自己中心的なところがなくもないです。私は自分の感情を通感覚で伝えたくありません。絵を描くのが好きだから。紙の上の線と色が私の言葉です。表現方法です。どうぞ。パインレイドでのいい思い出になりますように。ありがとう。
綺麗な絵だね。気に入ってくれたのならよかったです。ヘインのことが綺麗だって褒めてるのよ。そんなこと言ってないでしょ。インチキツアーガイドじゃないんですから、変な通訳しないでください。さて、ヘインの絵も完成したし、歴史も説明できたし、そろそろ戻ろっか。ああ、でももうちょっと景色を眺めていかない？さっきは話に夢中で、こんなに花が綺麗なのを忘れてたわ。そうね。飽きるまで見ていたいかも。